ごきげんよう。日本画家の諸星美希です。前回から始まりました諸星美希日本画研究室、略して諸研。何を話そうかと今日も迷っていたんですが、ちょっと今日は5分の話をしようかなというふうに思って、皆さんどんな5分使ってますかね。学生が一番最初に5分に触れると、だいたい感想はめんどくさい。あとは、何回叩いたかわからないとかね、いろいろ感想が出るんですよね。なかなか難しいですよね。5分10年と言われますけど、私10年で習得できたかなって思うぐらい、やっぱり5分は奥が深いですね。それで、そうですね。またね、この解き方なんかは、また違う機会にね、できたらいいかなっていうふうに思うので、今日は5分の話ということですね。私は、前回竹内浩一先生のね、話をしましたが、受験前に、美大を受験する前に、村田茂樹先生、この先生とも出会うことができていて、とてもお世話になった先生なんですよ。それで私が思う5分のスペシャリストと言って思い描くのが、やっぱり目を閉じても村田茂樹先生かなと思うんですよ。ぜひね、機会がありましたら村田茂樹先生の絵を探してね、見てほしいんですよね。すごいんですよ。息を飲むような世界観と、先生もすごく写生に厳しい先生でしたので、写生もすごいんですね。写生もすごいし、5分は私はどっちかっていうと、村田先生の作品を見て何とか近づけないかと学生時代に真似た記憶がすごく強いです。全然今現在も足元にも及ばないですけどね。皆さん5分のすごいね、作家がいたらまたね、コメント欄で教えてください。またね、その作家のことも私も研究したいなと思うので、どうぞ皆さん教えてくださいね。はい。毎回自己紹介もするのもなんなんですが、自己紹介をさせてください。私は日展会員の日本画家で動物画を描いております。大阪芸術大学の日本画コースの客員教授をしております。日頃研究室で教授や副手や学生たちと話すような内容、コーヒーを飲みながらね、気楽に話すような話を少しこのチャンネルで共有できたらいいなということで、諸研がスタートしてますので、皆さんもよかったらみんなも研究者になってついてきていただいたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さて、本題に入りたいと思います。5分。私はもう一択なんですけれど、京都の彩雲堂さんの5分を使っております。それで、使い分けておりまして、こっちが下塗り5分なんですよね。でね、この色、箱違うじゃないですか、色。これね、昔この色だったんです。で、私、割と画材大量買いなので、これラスト箱です。もう次この箱の色になると思うんですけど、下塗り5分のがこっちだったんですね。で、一級5分ですごい綺麗な上質の5分と使い分けてます。で、下塗りはもう文字通り下塗り、一番下に塗る5分のことですね。で、それは、やっぱりね、動作を引いたまま、和紙の上に動作引きますよね。動作を引いたまま、5分を塗らなくてもいいんだっていう先生方ももちろんおいでなんですけれど、やっぱりその中性に持っていくためにね、やっぱりね、炭酸カルシウムを乗せるってことはとても大事なことなので、私は下塗り5分は粗悪なね、5分を下に塗っておくのが一番いいかなと思います。かえってね、こっちのね、いい5分塗らない方がいいと思いますよ。こっちの下塗りの粗悪な5分の方が、
すごくいいです、絵にはね。なんでね、ぜひね、5分塗ってないんだよね、めんどくさいんだよねって言ってる皆さんは、ぜひお試しください。絵のためにいいので。ね、発色っていう先生もね、おいでかもわかんないですけど、発色もそうなんですけれども、絵をもうね、持たせるためには、この下塗り5分は結構なポイントになりますので、ぜひね、皆さん、マストで塗ってください。はい。それでね、皆さんいろんな風にお勉強してるので、こんなことをね、私が言うまででもないんですが、本当に古くから、日本でね、使われている語墳なんですけれど、語墳の語っていう字ありますよね。語は祭域を表すんですよね。語からね、祭域、語からもたらされた粉ということで、語墳。ね、シルクロードを経て、それで、奈良時代ぐらいまでですかね、日本で5分と言ったら、延泊だったですね。今のこの5分ではなく、延泊。で、それはね、湿度によって、日本って湿度あるじゃないですか。それで、中国では変化しなかったようなものが、日本に来てね、黒く変色しちゃうんですね。あと、粒子の問題で、やっぱり扱いにくいっていうことで、今の、牡蠣からできる、この、5分になったんですね。それは鎌倉時代ぐらいからはもうこの5分になりましたかね。それを脈々と今の、日本画家がね、今現在でも使っているっていうね、すごいもう基本中の基本のね、画材です。それで、そのね、5分なんですけれど、上質なもので言ったら、板ぼ柿ね、板ぼ柿を野ざらしにして、それで取るっていうのがやっぱり上質なね、5分として、やっぱり、天然のものはね、貴重だとは思います。ね、なんですけど、いろんなね、ところの5分も使ったんですけれど、私は彩雲堂さんの方が私は美しいなと感じるので、いろんなところのいただいたりもするんですけれど、これをマストで使っていますね。いろんな種類、もっと種類ありますよ。種類あるんですけれど、この2つを私の作品の中では使っています。はい。ね、どうでしょうね。難しいですよね。5分で花描いたり。ね、またそれもね、何かの無理に動画でね、できたらいいですよね。私がので参考になるかどうかはね、わかりませんけれど、はい。皆さんおすすめの5分ないですかね。また盛り上げ5分とはね、これは全然違うものなので、またね、盛り上げ5分は盛り上げ5分でね、それはまた技術が、でも少しずつね、盛り上げていかないと、ほんとへこんでしまったりしますからね、少しずつね、盛り上げていくっていうことですね。私は割と、5分は大事にしてるんです。絵の中で混色ということをしますので、5分はね、割と、その中に、入ってますね。5分は入ってると思います。いろんな色を混ぜて、作ってるので、これは本当にすごいです。あと、やっぱり保存のためもあるっていうことですかね。本当すごいですよ、5分は。島国だから、ね、日本の周りに牡蠣がいっぱいあったからこれが生まれたんじゃないかなって想像するだけで、日本人ってすごいなっていうふうに思えるし、中国から渡ってきたら、それをね、使えばいいのに、やっぱり、これじゃダメだっていうね、日本の卓越した何かがね、先人が思ったんでしょうね。それを今、脈々と。でも、当時のその鎌倉時代の、時の5分よりはもう、すこぶる良くなって、ハイブリッドになっているので、もっともっと、昔はもっともっと解きにくかったと私は想像するんですよ。なんで、今の5分は
非常に綺麗だし溶けやすいんじゃないかなっていうふうに感じています。ね、なんかもっともっと古墳についてのね研究はしなくてはいけないなっていうふうに思うんですけれど、皆さんもいろんな技法を試してくださいね。古墳に少し墨を入れてぐずみみたいなこともできます。少し艶のあるような黒がね表現できたり、本当にね質が変わりますので、ぜひね何かの折にまあね やってる方いらっしゃるかもしれませんけれど、古墳の中に墨を入れるみたいなね。私は学生時代に模写で一番最初にねそれを体験しましたね。なんかミランの有翼の天使の模写なんですけれど、その時に頭の部分ですとか翼のね黒い部分ですね、それはぐずみでね初めてね表現したものなんです。すごい下手くそですけどね、感動しましたね。なんでぜひね皆さんもねそんなことやってみてください。はい、ね、なんかまたねこんなことをやってほしいなんていうことがありましたら、ぜひねコメント欄の方によろしくお願いいたします。またよろしかったら高評価いただけたら今後の励みにもなりますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこの辺で、また次の動画でお目にかかります。それではまた。